このねマスカラマジでいいの。可愛くない？このまつげ。これがもうめちゃくちゃいいです。結構唇がボンって腫れるので、ボテッとした唇欲しい方ぜひこれ買ってみてください。はい、皆さんこんにちは、矢部ゆうなです。どうも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 。はい、今回はですね、Get Ready With Me ということで、私の毎日メイクを皆さんにご紹介していきたいと思います。はい。昔紹介したメイクからあんまり変わり映えはないと思うんですけど、最新バージョンということで、一旦すっぴんの状態からフルメイクを皆さんにご紹介していきます。ということで、まず一つ目はこちら、アベンヌウォーターの化粧水ですね。敏感肌用なんですけど、これを顔にたくさんかけます。乾燥の季節なので、一番初めにこのミストをかけるのは絶対マスト。もうびちょびちょになるぐらいに顔を濡らします。本当にこれが気持ちくて、毎朝メイクする時の一番の至福の時間、超気持ちいいし目が覚めるアイテム。はい、そしたら次はこちらじゃん。これもね Vlog でも結構紹介してるんですけど、ソエルのリビングオイルをまず塗ります。これ美容オイルなんですけど、すごく乾燥肌に良くて、本当にこれをつけるだけで肌が潤うので毎朝つけています。もうこれ2つ目の瓶、それこそ福岡の久留米の方がやられてるブランドなのかな。こんな感じで垂らします。結構伸びるので、私は大量に使うんですけど、少量でも大丈夫だと思います。でこれ私今使ってるのが 60ml の瓶なんですけど、すごいこういうちっちゃいミニマムのやつもあって、こことか行く時によく持って行ってます。だいぶツヤ感というか、ちょっとテカリがあると思うんですけど、このテカリを次はこれメイベリンのフィットミープライマー01化粧下地、こちらで、テカリを抑えていきます。これも高保湿なので乾燥の人にはおすすめかもしれない。あと化粧崩れとかを防いでくれる下地になってます。てか昨日髪色を変えました。カットしたかったんですけど、一旦我慢して夏まで伸ばそうかなって思ったので、カラーでねちょっと遊んでみました。ローライトを入れてツートーンの髪の毛カラーに。はい、こんな感じですかね。そしたら私肌のトーンを上げたいので、このてるてるのマスクフィットトーンアップエッセンス、こちらをつけていきたいと思います。結構下地いっぱいつけるタイプなんですけど、薄付きでこれも薄めにつけます。本当にこのぐらいでいいかなっていうぐらい。私中学生の時にテニス部でめちゃくちゃ日焼けをしてたので、常にトーンを上げたいなって思うんですよね。この下地も重くなくてサラサラで軽いので、重ね付けしても全然大丈夫です。はい、こんな感じです。そしたら、唇もめちゃくちゃ乾燥してるので、早めにこのルーカスポーポークリームを塗ります。唇に。名前めっちゃ可愛いよね、ルーカスポーポーこれはだいぶ前から使ってて、海外に行った時に買ったんだよね。韓国で買ったのかな。ほんと冬になるとさ、唇のカサカサがすごすぎて、これもおすすめです。そしたらコンシーラーですね。コンシーラーはキャンメイクのカラーミキシングコンシーラー P02 番を使っております。こんな感じの色ですね。生まれつきそばかすがいっぱいあって、これずっと悩みで、昔は結構コンシーラーとかで隠してたんですけど、最近は気になる部分だけ、本当にクマとかちょっと大きいシミとかだけを隠してます。そばかすね、本当にシミ取りで全部取っちゃいたいんですけど、もうね、そばかすの量が多すぎて、本当に多分私シミ取りとかしたら人一倍シミが取れる気がするんだけど、もう自分のメイクで隠すことは諦めました。そうだから、こういうちょっと濃い気になるシミとかだけ、あとクマね、もう全部は隠しきれないので、気になるところだけ隠します。でも本当にシミ取りはやりたいと思ってて、シミ取りでそばかすとかは取りたいと思ってます、いつか。
眉毛の上もボトックス打ってるんで今おでこ動かないんですけど、普段から眉山の筋肉がすごくて、ここに影ができちゃうので、そこにもちょっとこう明るいコンシーラーをのせております。そしたらリキッドファンデーション、今までねずっとクッションファンデ使ってたんですけど、最近リキッドファンデに変えて、これもさっきの下地と一緒なんですけど、メイベリンフィットミーのリキッドファンデーション DN113 番を使っていきたいと思います。これもすごい潤いがあるみずみずしいファンデーション。なんかエステティシャンの友達にマジ乾燥肌やばすぎてファンデ全部浮いてきちゃうんだけどって相談したら、このメイベリンの瞳いいよって言ってたから買ってみたら結構良かった。薄付きというか結構サラサラなファンデーションなんですけど、しっかり肌に密着してくれて重たくない感じ、そうがめちゃくちゃいいなって思って使っております。はい、こんな感じで全体に伸ばしました。そしたらまたパフで少し押さえていきます。マジで今のっぺりだよね、顔がのっぺりしすぎて。そしたらシェーディング、みんな使ってるよね、アートクラスバイロダンシェーディングマスターのこちらを使ってシェーディングしていきます。結構今顔が真っ白なのでこのシェーディングだいぶ大切。まず輪郭軽くつけます。で最近チークにめっちゃハマってて、チークをしっかり入れるのであんまりシェーディング頬は私はガツンと入れないようにしてます。久々に韓国行きたいな。韓国でコスメが買いたい。そしたら全体的にフェイスパウダーをのせるんですけど、こちらメイクアップフォーエバーウルトラ HD プレストパウダーを顔全体にのせていきます。これもめっちゃいいです。でハケもメイクアップフォーエバーのやつを使ってるんですけど、これめちゃくちゃ柔らかくてふわふわで気持ちいいです。おすすめ。こんな感じですね。これを、ハイライト後でのせるんですけど、ハイライトのせるあたりにのせるといい。結構トーンが統一されて、はい、こんな感じです。結構肌のトーンもいい感じに統一されて、シェーディングしてるところはしてるところで調和してくれる気がします。はい、そしたら次は私眉毛をやっていきます。今眉毛はもともとブリーチしてたんですけど、ちょっと黒い部分も生えてきてって感じなんですけど、昔やってたアートメイクに沿って、眉毛は描くっていう感じです。ホープガール 3D エッジアイブロウペンシル、韓国のペンシルを使ってます。これどこのやつだっけ、クリオかな、覚えてないんだけど、ところどころ結構眉毛が生えてないところがあって、そこを先に付け足す感じです。中学生の時の自分に言いたいよね、眉毛だけは剃るなってもしこの動画を見てる小学生中学生、絶対眉毛だけはいじんない方がいいと思います。いじるんだったら一旦眉毛のサロンに行って自分に似合う形を決めてもらってから剃るとかした方が将来本当に困らないと思う。私昔中学生の時とかに結構眉毛剃っちゃってて生えてこなくなったんですよ。それが本当にショック。こんな感じです。そしたら眉頭はパウダーをのせます。これセザンヌノーズアイブロウパウダー01キャメル色のこの薄い部分2つを使って、眉頭もあんま濃い色を入れてしまうと濃くなりすぎちゃう。こんな感じです。で眉マスカラもつ
けてるんですけど、キスミーのヘビーローテーションカラーリングアイブロウ03アッシュブラウン、結構金髪の色を眉毛はのせます。なんか初め使ったペンシルは結構ブラウン系で暗めなんですけど、上からこの金の眉マスカラをつけることによってなんか全体的にぼかされていい感じになる。そしたらもうこのまま私は眉毛の筆でノーズシャドウもマジで大切。本当に鼻がね曲がってるから、これでいかにまっすぐシュッとした鼻を見せるかみたいな。どうでしょう。どうなんだろう。マジでもうこれは自己満だと思うけど、結構私はノーズシャドウはしっかりやりたい。はい、こんな感じですかね。結構先っぽが太めなので、このサイドに影を入れてシュッとした鼻と鼻筋が出るように心がけてノーズシャドウは入れてます。そしたらハイライトをします。もう先に鼻をシュッと見せておきたくて、ハイライトはこちらクリオのハイライト、もう中がボロボロでちょっと細めの柔らかい筆で取って、まず鼻先チョンチョンチョン。このぐらい細い筆でやるとピンポイントにつけれるので、鼻のハイライトにはめちゃくちゃいいと思う。綺麗。ハイライトマジテンション上がる。超綺麗だよ。はい、こんな感じです。じゃあさっきの眉毛のここにも眉毛をかたどる感じに入れます。筆をちょっと太めの筆に変えて、このハイライトも優しめにのせる感じかな。あとで上からチークをかぶしちゃうんですけど、雰囲気ハイライトのせるみたいな感じ。ハイライトめっちゃ綺麗。このクリオが一番使えると思うよ。鼻先超綺麗じゃない？そうしたら次は目に行きます。まず涙袋を作ります。涙袋はこちらピアラストコントゥアペンライナー01カフェオレ。そう、これで涙袋を描きます。しっかり涙袋って本当に大切。がっつり描きます。私はがっつりだいぶがっつり。ちょっと指でぼかすんですよ。ちょっと指でぼかすと自然になる。どうでしょう。さっきより涙袋作れたよね。はい、こんな感じで涙袋がさっきより強調されてると思います。このペンシルめっちゃ描きやすくて馴染むのでおすすめです。はい、そしたらアイシャドウに行きます。アイシャドウはずっと使ってる、もうこれもボロボロで申し訳ないし、なんて書いてあるかわかんないんですけど、ロム&のブラウン系のアイシャドウを使います。もうこことか使い切っちゃってるんだけど、本当にこの2つのカラーはめっちゃ使えた。太めの筆で唯一残ってるこの下から2番目の色をアイホール全体にのせます。結構ファンデーションで肌が白いのでいい感じにアイシャドウが塗れるんだよね。なんか今までさ、肌が黒かったからさ、ブラウンなアイシャドウのせるとさ、もっとこうガングロになっちゃうみたいな。なんでみんなアイシャドウってのせるんだろうって中学生の時とか思ってたの。だけど今になってアイシャドウの大切さは気づきましたよね。こんな感じでがっつりアイホールにのせます。なんか私最近知ったんだけどさ、おでこにさボトックス打つと二重幅がちょっと狭まるらしいですね。全然知らなかった。筋肉が動かなくて皮膚が下に下がるから二重幅が若干狭まるらしい。こんな感じです。全体的に
のせました。そしたら一番濃いのの次に茶色、これは結構赤めの茶色なんですけど、この下のブラウンを目尻、こんな感じです。そうしたら次は指でやってるんですけど、一番このきめ細かいラメを今のせた濃いアイシャドウと一番初めにのせた、薄めのアイシャドウの中間らへんにこうのせます。そうしたら下まぶた、涙袋のところにこの細いブラシで、まだねあるんだ、一番薄い色をまずベースで、これはもう本当に涙袋全体にのせるって感じ。そしたら次、クリオのプロアイパレット、ちょっとピンク寄りな色があるアイシャドウですね。ちょっとベージュとピンクが混ざったような色なんですけど、これを薄めに取って下まつげの生え際にのせます。これがすごく大切な気がします、私的に。血色をね。でこれの時のポイントが、目尻まで引かないで、この黒目をちょっと過ぎたらへんまでのせます。で目頭はもうバリバリこの一番端からのせちゃって大丈夫。これ本当に目でかくなる。目頭は一番端から下まつげの生え際に埋めていく感じで、黒目のちょっと過ぎたところまで、こんな感じです。こんな感じ、ここまで、ここら辺まで。このピンクのパレットの一番濃い色、さっきのピンクのシャドウを引いたところから少し下の方にシャドウをのせます。ちょっと下に、本当にでも数ミリ、やりすぎちゃうとちょっと地雷っぽくなっちゃうんで、ちょっと下にするぐらい、ほんのちょっとね。そうすると少し垂れ目になってる気がするんですよ。ほぼほぼクリオのピンクのシャドウは涙袋に使ってるイメージがある。あんま上まぶたにはのせなくて、結構腫れぼったくなっちゃうので、下専用っていう感じのアイシャドウですね。そしたら次、これですね。ロッティロンドン I'm Top PM。 多分これ海外でこれも買ってるペンシルだと思うんですけど、クレヨンタイプのアイライン、この上まつげの際を塗りたくります。結構目頭は全体的にもう目を大きく見せたいので、ギリギリから引いちゃって大丈夫です。まつげの生え際を埋めるように、この際を埋めるって大切。そしたら今のところ結構丸めが完成したと思うので、そこからちょっと横にラインを引きます。で私が最近使ってるのがこれ、ラブライナーかな。ラブライナーの多分これキティちゃんのシリーズだった気がします。ラブライナーのアイラインを使うんですけど、色がさっきのアイシャドウみたいなちょっとバーガンディというか赤みのある、色合いを最近はのせるのにハマってます。こういい感じに流す。どう？はっきりしすぎずにアイラインが入るというか、強調しすぎない感じがいいかなって思って最近はこれをつけてます。そしたらビューラーは、資生堂のビューラーを使ってます。まつげの量は十分にあるんですけど、長さがないのでビュンビュンにまつげを伸ばしていきます。まつげ上げました。そしたらまつげ短いからすぐ下がってきちゃうので、コーティング剤をつけます。キスミヒロインメイクカールキープマスカラベース、これ塗るとまつげほんと下がんないです。でもね、ピンク、なんでピンクなんだろうって思うんだよね。透明でいいのになぜかピンクなんだよね。美容系の YouTube やってる人ってメイクしながらめっちゃいろいろ喋るじゃないですか。本当にそれすごいと思うんだよね。私一つのことしかできないからさ、あんま喋れてなくて申し訳ない。そしたらマスカラがこちら、メイベリンのボリュームエクスプレスマグナムウォータープルーフを使います。最近これを買いました。なんかさ、昔からこれあるじゃん。でよくママがこれを使ってて、なんかいろんなマスカラ試したけど、一番やっぱこれが強力なイメージがあるので最近買いました。
はい、こんな感じです。マスカラ塗ったらこのね LI マスカラっていうのなんてどこのやつなんだろう。このマスカラが結構良かったの。束感まつげを作るのにすごくいいマスカラで、こういう感じでコームが細くて細かいんですけど、これマジですごいよ。これちょっと見せたい。こう今結構毛が散らばってるというか、細い毛がこう分散してるんですけど、これをこうやってまつげとまつげをくっつける風にやるの。ここわかる？束になったでしょ？このねマスカラマジでいいの。今結構束感まつげって流行ってると思うんですけど、束感を作る用のマスカラで、これがさっきのメイベリンのやつでまつげを伸ばしてから、このマスカラでこうやって横にやると束感になるっていう最強の組み合わせ。ほら束になるんだよ。すごくない？下の方が分かりやすいかも。で横にやると下も束感にしてみました。こんな感じ。めちゃ可愛くない？このちょん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 ってついてる感じが。はい、そしたらもうほぼほぼ完成なんですけど、ここからチークとあとリップで完成です。チークも最近すごいこだわってて、このメイクアップフォーエバーのアーティストブラッシュ B230 カラーを使ってます。私ずっとイエベだと思ってたんですけど、ブルベで結構ブルベの人に合う色合いだと思います。ザ・ピンクなんですけど、頬にのせる場所はあんま考えてない。上の方にいつもつけてるけど、つけて、で鼻先にもつけます。ジュワって感じで、顎もちょっとつけます。結構多分動画だと濃く見えるんだけど、まあ濃くつきすぎちゃったらまたこっちのメイクアップのパウダーを上からつける。はい、こんな感じです。そしたらラストリップなんですけど、リップもおすすめがあって、何回もね紹介してるんですけど、このホリカホリカのプランパーを塗ります。これがもうめちゃくちゃいいです。赤と黒があって、黒はマット、赤がグロス。結構唇がボンって腫れるので、ボテッとした唇欲しい方ぜひこれ買ってみてください。9点でも多分売ってた気がします。めっちゃ痛いよ。でもこれ本当に赤の方が唐辛子の成分は強いんですけど、私はこの黒でも結構痛い。結構友達に紹介して、これつけてみめっちゃ痛いからって言ってみんなにつけさせると結構みんなびっくりするんだけど、やっぱそれ痛い分唇がポテってするからみんな買ってるイメージがある。私のマネージャーさんもちなみに買ってました。はい、このホリカホリカのプランパー超おすすめです。だいぶもうヒリヒリがついてます。はい、で最後に、私がずっとこちらもおすすめしてるペリペラのティントですね。ティントの02番をつけるんですけど、これが結構潤い系ツヤ系とリップなので、プランパーはマットにしました。はい、こんな感じです。完成です。はい、どうでしょうか。今日はこのまんまで結構濃いメイク。はい、ということで私の毎日メイクが完成しました。いかがだったでしょうか。前の毎日メイクからあんま変わってないんですけど、多分マスカラ、束感マスカラとチーク、あとプランパーが、新しくおすすめできたのかなと思います。ということで、ぜひ皆さん参考になる部分参考にしていただけたらなと思います。ということで、この動画がいいなと思った人はいいねとチャンネル登録、コメントの方で反応をお待ちしております。またコスメ系もいろいろおすすめしていきたいなと思うので、ぜひコメントで感想を教えていただけたら嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。